すごい霧だ。自分の足先すら見えない。一度風の魔法で霧を吹き飛ばしてみましょうか、リリアさん。リリアさん、冗談でしょう。まだ始まったばかりではぐれるなんて。おっ、いてて、すまん。肩がぶつかるほど近くにいたのに、声も気配も全くしなかった。この霧、魔法がかかっていますね。ああ、この霧は光や空気の振動を吸収する類のものじゃな。懐かしいの。その昔は戦いから撤退する際の常套手段であった。なるほど、魔法の煙幕の一種ということか。モバでいうところのプッシュってやつじゃな。モバ何ですかそれは。マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ、略してモバ。複数のプレイヤーが2チームに分かれ、フィールドを制圧して勝利を競うゲームジャンルだ。ブッシュというのはそういったゲームにあるあるのギミックで、中に隠れれば外からは姿も見えず魔法探知も通らぬ、視界を遮る茂みのようなものじゃ。ゲームでは姿を隠して奇襲攻撃などをするときに使う。じゃがこれでは自分たちも相手が見えない。すれ違う相手が誰かも分かりませんよ。そうじゃな。間抜けなやつの方向感覚を奪って道に迷わせることくらいしかできそうもない。地図によればここは一本道です。壁伝いに進みましょう。お、はぐれないように手をつないでいくか。あなたも地図を持っているでしょう。もしはぐれたらこの先にある小部屋の前で待ち合わせで。なんじゃ釣れないの。ようやく霧がない場所まで出てきました。リリアさん、ついてきていますか。お主のヒラヒラしたコートの隅っこをずっと掴んでおったからの。まあいいでしょう。さて次の部屋ですが、地図上ではこの扉の中には20個も魔法石があるようです。どれどれ。扉の中から音もしないし生き物の気配がない。罠があるにしても中を見ないことには判断がつかんな。虎穴にいらずんば孤児を得ずですね。開けてみましょう。部屋の中央に石の台があり、魔法石が山盛りになっている。見るからに罠じゃな。ええ、うかつに触れると確実に厄介なことが起きそうだ。台に古代呪文語で術式が彫り込んであるようですが、解読していたら試合終了しそうです。ってリリアさん、その手の魔法石はどこから。どいからじゃが。たった今触れたら厄介なことが起きそうだという話をしたばかりじゃありませんか。最初の30分は石の回収より調査を優先すると言っていたじゃろ。まず罠を見極め、次に対策を立てて石を回収する。どんな仕掛けか知るためにはこれが一番手っ取り早い。なんだ、炎がどんどん形を変えて人の形になっていく。あれはゴースト。いや、あれは魔法で人工的に作られたゴーレムじゃな。古代の王が墓や宝物庫を不届き者から守るため魔法で作り出した魔法の兵士。自立魔法で床掃除をするほうきなどと同じようなやつじゃ。石を奪った者を追いかけ回す仕組みじゃろ。何を落ち着いているんです。なら早く石を台座に戻してください。わかった。これうわー！水よ、檻となり奴らを閉じ込めろ。はっ！全く火の勢いが衰える様子がありません。どうやら一度仕掛けを発動させたらお宝を元に戻しても意味がないようじゃな。本当に厄介な。だからあれほど慎重に調べようと。
厄介だからこそどういう類のものか今のうちに分かってよかったではないか。一度触れれば後戻りはできぬと分かっていれば、次からは覚悟を決めて挑める。勝負どころの終盤に一か八かで未知の罠に挑むよりはずっとマシじゃろう。それに関しては同意です。ならば1秒でも早く全ての石を回収しますよ。リスクをかぶるならば相応のリターンをいただかなければ。なんとか全ての石を回収して逃げ切りましたね。はい。ゴーレムは疲労を知らぬ。何度も相手をするのは避けたいところじゃな。まったくこの競技がなかなか開催されない理由が分かってきましたよ。運営もこんな罠だらけの迷宮を学生用にカスタムするのはさぞ大変でしょうね。さてここからは安全に回収できる石を優先しましょう。不用意に罠に触れないように。この廊下、石のタイルじゃなくて砂が敷き詰められてるから面白いデザインだなって思ってたけど、歩いてるのにどんどん後ろに下がっていく。不思議だ。陸の大きな駅とかにあるあれみたいだ。なんて言ったっけ。あ、動く道。リエル、待って。歩いても歩いても足が砂に取られてどんどん後ろに流される。あれ、この道たまに砂が流れる方向が変わるみたいだ。行きたい方向に流れが変わったら一気に走って階段に飛び乗ろう。よし、今だ。足が重い。ほら手出して、思いっきり引っ張るからさ。それ。よし、動く道を抜けたぞ。オリバー、大丈夫？これくらい平気さ。僕は3年生で君より先輩なんだから。オリバーを見てると海にいる親友のことを思い出すよ。親友？うん、小さい頃からの大親友なんだ。ちょっと怖がりだけどすごく優しいやつで、俺がパパと喧嘩していじけてる時はいつも一緒にいてくれた。陸に上がるのはすごく楽しみだったけど、あいつと離れるのだけは本当に寂しかったな。今日の試合も見ててくれるといいんだけど。リエール、きっと見てるさ。親友もお父さんも大活躍してみんなにかっこいいところを見せてやろうじゃないか。うん。あれ、オリバー、君の後ろの壁なんだか不気味なイソギンチャクみたいなやつがいっぱい生えてるよ。そういうことは早く言ってよ。怖がりすぎでしょ。なんだろうこれ。うわ、
腕に絡みついてきた。離せ、この。やっと離れた。びっくりした。この不気味なイソギンチャクの部屋、地図を見ると部屋の奥に魔法石が20個もある。でも入るのは危険そうだ。今までの部屋とかなり様子が違う。一旦引き返して別の部屋に石を探しに行こう。君は怖がりだな。大丈夫だよ。俺が中に入って石を取ってくる。そこで待ってて。待って、危ないよ。後でミナジールたちともう一度来ればいい。彼ならきっと安全に中に入れるようにしてくれるな。分かったよ。ホレイショみたいなこと言うんだな。誰それ？お兄さん？すごい心配性で世話焼きな友達。職業は音楽家らしいけど口うるさいしすぐパパに告げ口するんだ。それで何度怒られたか。もう君の世話係は本当に大変だろうな。そうやってみんなすぐ俺のことを子供扱いする。俺はもう子供じゃない。そんなに心配しなくたって自分で何とかできる。今日の試合だって誰よりも石を集めてやるんだ。ほら行こう。早く他の場所でここにあるよりたくさんの宝物を見つけなくっちゃ。待って、置いていかないで。10個目の魔法石みっけ。解除に時間がかかりそうなギミックは全てスルーしてる割に悪くない回収率だな。あんまりたくさん石を抱え込みすぎると行動も制限されるし、もしも取られたり落としたりした時に痛です。そろそろ自陣の台座に向かいつつ魔力補充装置を目指しません？へえ、意外だな。君は取れるものは一度に全部欲張って取るタイプかと。みんなが欲しがるキラキラしたもんをいっぱい抱え込んでるとあっという間に目をつけられて格好の獲物になっちまいますからね。持ち歩くなら目立たないようにこっそり少しだけ。それが安全に生き抜くためのコツ。ラギー、おいラギー、大丈夫か？返事をしろ。1個魔法石を落としちまった。無事でよかった。今引き上げる。何かロープになりそうなものを。エース、自力で上がれるからちょっと下がってて。よっちくしょう、魔法石1個損した。全部パンツの中に入れとけばよかったっす。この通路の床、実体のない幻影で作られていたのか。いやらしいことをする。よく反応できたな。俺なら石を全部落としてたか、自分ごと下まで落ちてたかもしれない。おかげさまでいきなり床やら屋根やらが抜けるのには慣れてるんで。俺が今落ちた場所は幻影だけど、その隣には本物の床があるみたいっす。引き返すと大回りになってタイムロスだし、床のタイルを叩きながら慎重に進みますか。少し待ってくれ。物体がない幻影だというなら、もしかすると水よ。チャーミル君頭いい。幻影の床は水で色が変わらないけど、本物の床はタイルが濡れて色が変わっていくっす。色が変わっているうちにメモを取っておいてみんなに共有しよう。しばらくすれば床が乾いてまた見分けがつかなくなる。幻影魔法自体を解除できればいいんだが、解析しているだけで何時間もかかりそうだ。それに解除しちゃったらロイヤルソードアカデミーのやつらも楽に通れるわけで、他人のためにただ働きはしたくないっすよね。時間が押し、メモをしながら進もう。ラギーは通路の右側を、俺は左側をメモっていく。ラジャッセ。チャーミル君見てよあれ。この部屋の真ん中にある石の台、魔法石が山盛りっすよ。
もう見るからに石に触ったら何か起きますって感じ。とりあえず石を一つくすねてどんな仕掛けか見てみる？いや、台の周りをぐるっと囲んである模様と天井の構造をよく見てみろ。模様と天井？これただの模様に見えるけど、よく見ると文字っすね。古代呪文語を用いた術式だ。辞書がないから全文は解読できないが、石を取ると結界が発動するのは間違いなさそうだ。なるほど、ネズミ捕りみたいな感じっすか。餌に食いついたら餌ごとカゴに閉じ込められて外に出られなくなるってわけだ。石の台の真上の天井に穴が開いてるのも作為的っすね。ああ、結界で閉じ込めた上であの天井の穴から水か砂でも降らせて中の盗人を完全に無力化する仕組みだろうな。昔の人は考えることがえげつねえな。対抗専用に改造されているだろうから、捕まっても永遠に出られないってことはないだろうが。あからさまに豪華なチーズに飛びつくのは頭の悪いネズミだけっすよ。ここは諦めてさっさと他を当たりましょう。見つけたぞ。魔力の補充装置だ。ロイヤルソードアカデミーのやつらはいないようだな。なんだかんだ最初の集合時間まで時間がないっすね。じゃんじゃん魔力を補充していかねえと。競技序盤から石の横取りをされることはないと思うが、周囲には十分注意して。なんだ、通路の奥から嫌な音が近づいてくる。一旦補充装置の陰に隠れろ。ごめんなさいミラジール先輩、僕罠に引っかかっちゃいました。石に触ると追跡してくるタイプのゴーレムだ。とにかくしぶとい。お前たちは来るな。私たちだけで対処する。リエールの宝物が。回収は後だ。まずゴーレムを何とかするぞ。あいつら氷をまき散らす小さい妖精みたいなやつに追いかけられてた。なんすかねあれ。ゴーレム、おそらく石に触れると発動する罠の一つだろう。えへえ、めんどくさそう。対処に体力がいりそうなやつは腕っぷしに自信がある他のメンバーに任せましょう。それよりあいつら魔法石を落としてったっすよ。もうきー。なんすかこの音。おいラギー、拾った魔法石を今すぐ捨てろ。なんで？せっかく拾ったのに。あれを見ろ。ロイヤルソードアカデミーの連中を追いかけてたゴーレムたち、何体かがこっちに向かってきてる。冗談きついっす。儲けたと思ったのに。うわー、なんで？もう石は持ってないっすよ。一度財宝に手を出せばそれを捨てても無罪とはならないようだな。他人がやらかした泥棒の身代わりにされるなんて大損っす。とっととずらかりましょう。